オーライト様から製品を提供いただき、動画を作成しています。新製品、スイベルプロが登場しました。従来からある作業灯のスイベル COB、この動画では無印と呼びますが、その上級版という位置づけのライトです。無印のスイベルと比較すると、スペックとしては明るく、バッテリーは大きくなりました。それ以外にはライトが回転するようになったり、三脚につけることができたり、なんと赤色灯が追加されたりもしています。プロは無印よりも何が優れたライトなのか、現在使っています無印との比較や実際に使ってみた感想を交えながらお伝えしたいと思います。外観はこんな感じ。G-SHOCK に似た強さみたいなのを感じる雰囲気ですね。無印スイベルのデザインを踏襲していますが、プロはメインフレームがアルミになっています。サイズは無印比で3割増しぐらい。数字で見るとそんなに変わらないのですが、手にすると厚みからか随分と大きくなったような印象を受けます。重量もかなり増加の 325g、スイベル無印に比べて2倍近くとなっています。名前の通り、ライト面はスイベル動作をします。ポジションは6つ、最大180度開きます。また、プロでは回転も加わりました。左右に75度ずつ150度回ります。1ノッチでおよそ9度。動きはしっかりとしています。縦にも横にも勝手に動くようなことはなさそう。逆に動かしにくいと感じるほどがっしりですね。ライトを支えるベース部分はマグネット付き。スイベルシリーズの特徴として、ここがカラビナみたいになっていまして、吊り下げても使えます。プロにはベース部分に三脚用のネジ穴が追加されました。カメラ系でメジャーな4分の1インチの目ネジが備わります。ライト光源は2箇所。メインのここ、広範囲を照らすフラットライトと先端のスポットライト。まずフラットライトについて。チップオンボード LED と呼ばれる高効率な LED を採用しており、広範囲を照らし、かつグレアが生じにくいという特徴があるそう。ここでいうグレアというのは多重に影ができにくいことを指すのか、はっきりはわかりませんが、とにかく広くまんべんなく照らす光り方となります。モードはロー、ミドル、ハイの3つ。ローから従来のスイベル無印と比較をしていくと、どのモードも無印よりも明るくなってます。照射範囲は同じくらい。色はオーライトさんにしては白っぽく、点灯時間はスペックの記載方法が変わったので単純比較はできないのですが、少し短くなったようです。プロの新機能として赤色、赤色灯が追加されました。点灯と点滅の2モードがあります。バリッと明るい感じではないですが、いざって時に存在を示すことができるでしょう。次いで先端のスポットライト。モードはローとハイの2つで、このライトにおいてはこちらがサブという扱いでしょう。こちらも無印スイベルと比較をしてみます。スポットライトは無印と明るさの違いは感じません。色味はこちらもプロが白っぽいですね。バッテリー容量は 5200mAh。無印と比べて倍になっていますが、2A 給電に対応したため、充電時間は変わらないどころかわずかに早くなって 3.5 時間。背面には LED のインジケーターを持ちまして、ライト4つでバッテリー残量を表示します。私は残り2つになったら充電するようにしています。使ってみて、作業バッグに入れて持ち運べるこのサイズのライトとしてかなり使い勝手の良いものに感じています。車、オートバイの整備作業がメイン、たまに倉庫整理のお供って感じで対象まで2メートル以内の距離で使うことが多いです。ですからチップオンボードのメインライトばかり使っています。明るさは十分に感じてます。無印のスイベルでも不満は感じていなかったのですが、プロの明るさを味わうとこっちがいいですね。刻印の文字などはプロの明るさの方がはっきりと見やすいです。それでいて刺すような光ではないので目の疲れは感じにくく、本当に溢れる光、フラット光という表現がぴったりなライトです。照射角が広く、それこそ150度近くあるのかな。空間を一様にパーッと照らしてくれます。新機能、三脚やクランプと組み合わせるのもいいですね。三脚あれば置く場所は選びませんし、最近は動画撮影しながらの作業も多いので、カメラのライト兼作業灯として使っていることが多いです。おかげでライトを一つ削ることができました。もともと使っていたスイベルと比べて重い、大きいというのは感じます。特に重さっすね。50ミリくらいのパイプにマグネットでつけようとすると角度によってはずり落ちてしまいます。
複雑な形状した部分につけるのも重さが増した分、無印に比べて若干苦手になった印象。回転機能がありますので、くっついてしまえばどうにかはなりますが、マグネットでの固定に関しては少しナイーブになった印象があります。また、重さと厚みからプロは手に持って使うことも少ないです。無印は180度開いてスマホ持ちというか松明みたいな持ち方をすることがありましたが、プロでは頭が重すぎてやりません。それから手持ちの乾燥ついでにもう一点、最近は寒くなってまいりまして、アルミフレームが手に冷たいと感じることもあります。使っていてなんとなくの印象ですが、プロ1台と無印2台が釣り合っている感じ。無印2台店頭で明るさは同じくらい、バッテリー容量もちょうど同じになります。値段的にも重量もプロ1台と無印2台で同じくらいなんです。どっちがいいかを選ぶのは難しいですね。どちらにもメリットを感じます。プロは1台でしっかり明るく、やはり1台で完結するってのは楽なもので、操作1台分で済みますし、充電なんかもそうっすよね。また、無印にはない機能も便利です。回転に関しては正直そこまでメリットを感じておりませんが、三脚用のネジ穴は便利ですし、赤色灯も緊急時には役立つことがあるでしょう。対して無印を2台使うと設置場所次第ではありますが、視覚は少なくなります。光源が一つだけであれば当然遮られる部分はどうやったって影になります。例えばここ。これはライト1台ではどうにもならないですけど、無印を2台使えばその問題は簡単に解決します。それから無印はやはり軽さがいいっすね。手に持っての使用を少しでも考えるならば無印に分があるように感じます。プロ1台と無印2台、どっちが使いやすいかは本当に悩ましいところに感じています。改善を願う部分としてはベースのマグネットっすね。これは無印にも言えることではありますが、マグネットが3箇所に分かれてついてますので、ライトを複雑な形状に設置するというのが難しいです。プロになってまとまったスペースが確保できているので、ここに一つ大きなのついてたらすげえ便利そうっすね。で、それがシリコンや樹脂で覆われてるとさらに良さそう。現状、金属がむき出しの状態なので、私のバイク相手ならベチベチくっつけて使ってますが、綺麗な塗装の車につけるってなるとちょっとためらっちゃいます。もう一つが操作方法。プロの操作方法は単押しと長押しでモードや使うライトを切り替えるのですが、フラットライトのそれがいまいちで、例えばオンにしてハイにして、やっぱり明るすぎるからミドルに戻そうってなると5回もボタンを押さないといけません。3秒待てばどこからでもオフになりますが、それを待つのもたった3秒がまどろっこしいことがあります。私は基本ミドルで使いますのでそんなに困ってもいないのですが、オーライトさんの他のライトではダブルクリックで特殊モードに移行するものが多いので、その操作を作業灯シリーズに落とし込んだら便利なのではと感じました。作業灯の新製品スイベルプロ。明るいんすけどきつすぎない適度な光。ライトは素晴らしいです。設置は環境によっては苦手かも。ただ車、オートバイ整備で使っていて大抵なんとかなります。ほとんど不満はありません。スイベル無印の単純な上級版や進化系という印象ではないですね。どちらかで悩んでいる場合は値段的に買いやすい無印をまず一つ試してみることをお勧めします。どちらもいいんすけど、ちなみに私は最近プロの方が使用している割合は多いです。三脚などのカメラアタッチメントを使うならプロすごくおすすめなんですけど、まずは無印おすすめさせていただきます。無印は本当に癖のないライトっすね。ただ、オーライトさんで送料無料にするためには無印一つだと金額的にちょっと足りない。やっぱりこれは悩ましいところっすね。続いて、オーライトさんの保証制度を利用してみたので簡単にご報告です。動画にも出ていましたスイベル無印が調子悪くなっちゃいました。ホームページで調べてみると、スイベルの保証期間は2年間。まだ1年経っていなかったので問い合わせ先にライトに印字されたシリアルナンバーとどんな症状なのかの説明、その症状を収めた動画を添付してメールを送ってみました。半日ほどでレスポンスがあり、交換するから住所ちょうだいとすぐに返事が来ました。返事しがてら壊れたライトどうすればと尋ねると、面倒かけるが処分してくれとのことで、こちらの負担はたったのメール2通ですんなりと交換依頼が完了してしまいました。保証で交換いただくライト以外にオーライトさんから届くものがありましたので、同梱してほしい旨を伝えて快諾をいただき、そのため発送まで少し時間はかかったようですが、それでも1週間ほどで到着。ものすごい楽でしたね。
繁忙期などはこの限りではないのでしょうが、しかしこの保証制度は素晴らしい、ありがたいサービスだと感じました。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介しております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!